こんにちは。今回は今話題になっているペロブスカイト太陽電池について、発電量や耐久性、そして実際に使えるのかという点までわかりやすく解説していきます。最近ネットでついに販売開始次世代の太陽電池といった情報を見た方も多いと思いますが、結論から言うと非常に期待されている技術ですが、現在は実用化の初期段階です。ただし、将来的にエネルギーのあり方を大きく変える可能性がある技術でもあります。まず、ペロブスカイト太陽電池とは何かというと、従来のシリコンではなく、特殊な結晶構造の材料を使った太陽電池です。この技術の特徴として、軽い、薄い、曲げることができる、比較的低コストで製造できる可能性がある、といった点が挙げられます。これにより、従来は屋根に設置するのが一般的だった太陽光発電が、ビルの壁、窓、車両などにも設置できる可能性があります。次に、発電量についてです。太陽光は晴天時、1平方メートルあたり約1000ワットのエネルギーが降り注いでいます。そこからどれだけ電気に変えられるかが発電効率です。現在のペロブスカイト太陽電池は実用化に近いモジュール約 15% 前後、研究レベル 25% 以上とされており、電力に換算すると現状約150ワット、将来約250ワットとなります。これは現在主流のシリコン太陽電池と同程度、または将来的にはそれ以上になる可能性があります。さらに特徴的なのが弱い光でも発電しやすいという点です。一般的な目安として晴れ 100%、曇り20から 50%、雨10から 20% 程度まで発電量は低下しますが、ペロブスカイトは低照度環境でも比較的効率よく発電できるとされています。そのため朝夕や曇りの日を含めた年間トータルで見ると発電量が安定しやすい可能性があります。一方で重要な課題が耐久性です。現時点では環境条件によっては数年から10年程度の実証段階とされており、従来のシリコン太陽電池20年から30年と比較するとまだ改善の余地があります。劣化の主な要因は湿気、高温、紫外線などです。特に日本のような高温多湿な環境では今後の技術改善が重要なポイントになります。現在はこの課題に対して風刺技術フィルムによる保護、材料の改良、シリコンとの組み合わせハイブリッド化といった対策が進められており、将来的には15年から20年程度の耐久性を目指した開発が進んでいます。また、すでに販売されているのかという点については、企業や自治体向けに先行導入が始まっている段階で、一般家庭向けに広く普及するのはこれからと考えられます。ここまでをまとめると、ペロブスカイト太陽電池は発電性能実用レベルに到達しつつある。設置の自由度非常に高い。耐久性今後の改善が鍵という状況です。つまり、将来性の高い次世代技術の有力候補と言えます。では、現時点でどう判断すべきか。現実的には、一般家庭での大規模導入は、もう少し様子を見るのが無難です。理由としては、耐久性の長期データがまだ少ない。価格や施工方法が発展途上といった点があるためです。そのため、今後3年から5年の技術進展を見ながら判断するのが現実的です。一方で、補助金制度がある場合、実証プロジェクトへの参加などは検討する価値があります。今後、エネルギーは買うものから自分で作るものへと変わっていく可能性があります。その中心となる技術の一つが、このペロブスカイト太陽電池です。このチャンネルでは、お金制度技術が生活にどう影響するのかをわかりやすく解説しています。今回の内容が参考になった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。今後も最新の情報をわかりやすく発信していきますので、一緒に学んでいきましょう。それでは、また次の動画でお会いしましょう。